ほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。とにかく安くて、でもちゃんとしたもの、誰でも欲しい、そんな商品。2022年の現在、日本において浮かぶそのポジションのイヤホンというと、2000円周辺の、ムーンドロップクワークスや、ファイナルの E500 が浮かぶ。さらに、今回は、リケーブル可能で2000円程度の変化球率も合わせてピックアップしてみよう。ムーンドロップクワークスは、実によくできたイヤホンだ。中国系のブランド、ムーンドロップのエントリーなんだけど、ムーンドロップはより高級なイヤホンも展開しているブランド。最近は竹、というイヤホンも販売してるんだけど、一般的な人に馴染みのある形状のクワークスは、相変わらず人気の一台だな。クワークスは、刺さらないけどある程度明瞭な高音域、コンパクトな外観、そして、密閉度が高いことによる、遮音性と低音域が逃げていない感じが優秀な一台だ。つまり、聞き疲れないし、歌詞やセリフが聞き取れる。2000円でイヤホンを買う人がおおよそ望むだろう要素を完璧に仕上げてきてる。クリアボディのデザインも好印象の理由だったんじゃないかな。今回のセールでは値下がりしていないが、十分に検討の価値のある商品だ。これに対して、クワークスより前に販売された、国内ブランドの対抗商品が、ファイナルの E500、ASMR 専用と銘打たれた商品だけど、音楽を聴いてもバランスがいい。この E500 には、姉妹モデルの E 線が存在するんだけど、クワークスが弾離色の印象を受ける一台なのに対し、ファイナルの E 線は、より暖色感、狭い密閉空間で鳴っているような印象の音になっている。で、クワークスを挟んで、よりクリアに聞こえるのが、この E500 というわけだ。おそらく、高音域がしっかり聞こえてほしい人なら、E500 の方が受けがいいと思う。クワークス同様、全体の仕上がりが良く、聞き疲れしにくく、また、ケーブルが太めに作られていて、ハードな仕様にも頼る。この2台、低価格イヤホンに求められるものをどちらもハイレベルで実現した商品だ。特に、E500 は、今回のセールで最安で展開しているので、ぜひ、低価格のイヤホンなんて、みんな同じでしょ？という人に、チャレンジしてみてほしい。そして、このチャンネルがメインで取り扱っている、マイナーなブランドのイヤホンの話に入っていくわけなんだけど、ナイス HC 系の DB1。ぶっちゃけ今回紹介するイヤホンの中で一番おすすめだ。クワークスや E500 も、非常によく作られたイヤホンなんだけど、この DB1、低価格帯では稀有な、とフラットな印象がある。ファイナル E500 が属する E シリーズなら、E3000 や2000が近い印象なんだけど、DB1 は、なんと、リケーブルまで対応してるんだ。ケーブルを交換して遊んだり、Bluetooth ケーブルと組み合わせて、無線化することなども可能だぞ。DB1 の強みは、とにかく箱出しの時に、何の強調もないこと。故に、一見では面白みのないイヤホンにも感じられるんだけど、本気の本当の魅力は、聞き込めば聞き込むほどわかる完成度。2000円ポッチのイヤホンでこの褒め方ができるのは DB1 だけだ。おすすめだぞ。でも、DB1 よりも、もっとあっさりな音が欲しい人、KB や KS1 がおすすめだ。こちらも、DB1 同様にリケーブルが可能な仕様になっているんだけど、より音と音の感覚がしっかり吸えていて、あっさりとした鳴り方の印象を受ける。DB1 と KS1 は好みで選んじゃっていいだろう。KS1 は、KS2 という姉妹モデルがあって、そちらは、中華イヤホンの花形、ハイブリッド型と言われる、2種類のドライバーを組み合わせた、より高度なモデルだ。KS1 はそのモデルのチューニングをできる限り崩さずに、1ダイナミックドライバー型にしたイヤホンで、どこか、ドライバーの違いから生じる、KS1 ならではの高音域の特性などが存在する。こういった聞き分けも、低価格機コレクターの醍醐味だ。KS1 より KS2 の方が完成度は高いが、あえてスピーカーの構成を減らした KS1 でしか楽しめない、割り切りの良さのようなものもある。今回のセールでは、過去最安にまで落ちているし、KS1 は姉妹モデルの KS2 と合わせて、新色が展開されているので、ぜひ、この機会にチャレンジしてみてはいかがかな。というわけで、現在、2000円以下でタイムセール展開している4機を紹介した。どれも、真っ当なイヤホンの最低価格と言っていいくらいの低価格モデルなんだけど、しっかりと個性があり、性能があり、イヤホンの個性、というのを意識して買うのに十分たるモデルたちだ。本当は、CCZ コーヒービーンみたいなより面白いイヤホンもこの価格帯にあるんだけど、今回はより汎用性が高く、優等生なモデルを抽出してみた。プライムデーの締めに、ポイントアップキャンペーンのダメ押しに、ぜひ、初心者から上級者まで楽しめる、奥深いエントリー機の世界を楽しんでくれ、といった感じで今回はここまで。